みんなさん、こんにちは。今日は、わびさびについてお話ししていきましょう。日本語を楽しみながら勉強してください。皆さんはわびさびという言葉を聞いたことがありますか？わびさびは、質素で地味、静かで落ち着いたものを美しいと思う日本人の美意識です。本文の会話には、古いお寺を見て、いいお寺という場面がありました。質素で地味な古いお寺を見て、いいなと思うのは、わびさびに通じる感覚です。京都の有名な金閣寺と銀閣寺を見たとき、金閣寺の金色に輝くきらびやかな美しさと比べて、銀閣寺は銀ではなく茶色の木造建築で、みすぼらしい印象を受けるかもしれません。しかし、銀閣寺の方に、心が落ち着くような美しさを感じる意識がわびさびです。日本で、有名なお寺や庭園などを見たとき、もしかしたら、古くて汚いだけ。なぜこれが有名なんだろう。のように感じることもあるかもしれません。そんな時は、このわびさびという言葉を思い出してみてください。皆さんはわびさびという言葉を聞いたことがありますか？わびさびは、質素で地味、静かで落ち着いたものを美しいと思う日本人の美意識です。本文の会話には、古いお寺を見て、いいお寺という場面がありました。質素で地味な古いお寺を見て、いいなと思うのは、わびさびに通じる感覚です。京都の有名な金閣寺と銀閣寺を見たとき、金閣寺の金色に輝くきらびやかな美しさと比べて、銀閣寺は銀ではなく茶色の木造建築で、みすぼらしい印象を受けるかもしれません。しかし、銀閣寺の方に、心が落ち着くような美しさを感じる意識がわびさびです。日本で、有名なお寺や庭園などを見たとき、もしかしたら、古くて汚いだけ。なぜこれが有名なんだろう。のように感じることもあるかもしれません。そんな時は、このわびさびという言葉を思い出してみてください。